パスタはまず美味しくないよね、フランスは。ドリアと聞くとやっぱ日本っていうイメージ。パリで400円で食べれないもん。絶対無理でしょ。サイゼリア知らなかった。パリにできないかな。それどうも皆さん、本日もお疲れ様です。今日はですね、フランス在住20年の先輩シェフが日本に一時帰国してて、これから一緒に食事行こうっていう話になってるんですけど、多分ね、動画をよく見てくださってる方はご存知ですよね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。リヨンぶりっすね。リヨンぶりっすね。3ヶ月ぶりだからもうこの間だね。そうですね。何の新鮮味もない。何の新鮮味もなんか自分変な感じだけどね。この日本の場所で会うっていう。なんか今日ほら帰ってきてるから連絡くれて、そうです。じゃあ食事行こうかっていう話じゃないですか。僕ちょっと考えたんですよ。サイゼリヤ一緒に行きませんかっていう。サイゼリヤって何？マジで言ってますよね。マジで言ってる。行ったことないですね。サイゼリヤ。すごくないですか？なんか僕サイゼリヤを知らない日本人っていうのがあんまり想像つかないんですけど、日本人ですよね。日本人ですよ。100% 美味しいところに連れて行ってくれるっていうことなんで、今日は。いや、めちゃくちゃ僕はいい場所だと思ってるんで、行ってみましょうか。行きましょう。はい。パリの方が寒い。パリの方が寒い。全然思ったより。はい、ということで、こんな感じなんですけど、どうですか、まず入ってみて。いいですね、雰囲気。すごいですよね。サイゼリヤって、なんかいつ入っても賑わってるんですよ。結構昔からあるところなの。本当に知らないんですか？マジで知らないよ。見てください、これ。マジ？やばくないですか？まあ、ここまだ序の口なんですよ。これ前菜みたいな感じで。いや、前菜でもすでに安いよ。そう、前菜でもビビるぐらい安いんですけど、見てください。やばくないですか？マジで？どうやってやってんの？そう、それなんですよ。圧倒的価格感。パスタとかもあるんですけど。しかも種類多いね。パスタすごくないですか、これ。この価格でやってるとこマジないんじゃない？ペペロンチーノ273円ですよ。高校生の時それこそペペロンチーノとかめちゃくちゃ食べてたんで、とりあえずサイゼリヤ行こうみたいな。これ来ちゃうね。学生の時に。このサイゼリヤといえばこのミラノ風ドリアなんですけど、273円ですからね。叩き売りの人みたいになってるけど大丈夫？いや、すごくないですか？すげえ。こんなに安いと思ってなかった。でもファミレスってもうちょっとね500-600円は安くてもしそうなイメージだったけど、200-300円台ってなかなかだよね。だってビールとかも超安いよ。ワインとかグラス91円。ごめん、ユーロにしたら何3チームですよ。そういうことなんですよ。そう。イタリアでもないんじゃない？そんな破格の。いや、そうなんですよ。何食べようか。やっぱそのおすすめのドリアは食べたい。でもドリアって日本のものじゃん。あそこ知ってるんですか？知ってる。横浜かなんかのホテルから発祥でしょ。食べに行ったのよ。だからイタリアにもないしフランスにもない。フランスにもない。でも作ったのは確かなんかフランス人のシェフかなんかだったのかな。そう。あとエスカルゴ食いたくないですか？やっぱり。食べたい。この金額で一体どんなの出てくるのっていう364円恐怖でしかないね。そういう感じ。でもね、なんかね、分かる気がする。まず食べてみないと分かんないですよ。なんかあとほうれん草のソテーとかも人気らしいんですよね。あ、でもこれとかなんかフランスっぽいですよね。ぽいよね。プチポーチドエッグとオンサラダ。いいんじゃない？こんな感じで。ピッツァは1個ぐらいいく？1個ぐらいやっておきます。じゃあシンプルなマルゲリータ。気になるな、このイカスミ入りセピアソース。でもなんかペペロンチーノさっき言ってたからさ、ペペロンチーノ食べてみたい。ピンポンね。ピンポンあります？フランスに。ピンポンないね。でも最近なんか中華系のとこだとあったりそういうところがある。注文いいですか？じゃあ乾杯で。お疲れ様です。お久しぶりです。久しぶりじゃないですよ。どうですか、赤？なんかあっさりな感じで、こういうパスタとかイタリア系の料理に合いそうな感じのワインなのかなと。白はなんか飲みやすいです。白思ったよりジューシーですね。フルーティーなんですけど、なんかちゃんと飲み応えもあって美味しい。早い来るのが。来るの早いですね。すげえ。サイズはそんなに大きくはない。日本サイズなのかな。なんかだからいろいろこうチョイスできていいかもね。意外ともうちょいいけんじゃないか説あるかも。いろいろなんか食べれそうな。すごいグラグラ。
この立体駐車場から。それで、はい、立体駐車場じゃないですそれ難しい言葉知ってますね。そうでもおいキャロットラペ、ありがとうございます。はい、メッシーシェフ。ドリアシェフサイゼリヤでフランス語で喋ってるなんてやばいじゃないですか怒られますよ。大丈夫わちゃわちゃしてみんな聞こえないから。キャロットラペはやっぱりもうフランス惣菜の定番ですもんね。サイゼリヤっていうのはイタリアンなの？イタリアンですね。あ、イタリアのあれがあるもんね。でも表記がキャロットラペだから一応フランスなのかな。ちょっといいとこ取りみたいな。まあでもキャロットラペ自体はイタリアもあるんまああるでしょうね。どうぞ召し上がってください。いただきます。ボナペティシェフ。あ、言われると恥ずかしいね。恥ずかしいでしょ。恥ずかしい。いいただきます。ただきます。俺サイゼリヤでキャロットラペ食べたの初めてなんですけど、ちゃんと美味しいよ。ちゃんと美味しいですね。オレンジ感のある甘みがしっかり。オレンジ入ってるよね。オレンジ果汁入れてますよ。ほらキャロットラペって使ってる時間が浅いとなんか人参の土臭さが残ったりとかして、俺あんまりそういうのちょっと得意じゃなかったりするんですけど、なんかすごいちゃんと柑橘っぽい旨味があるというか、なんかちゃんと丁寧に作られてますよね。出てくるのが早い。この速さすごくないですか？不思議。なんかドラえもんみたいだね。ドラえもんマジで。こうやって開けたらさできてるみたいな。知ってる？こう株の中で開けたらできてる。のび太くんは株を食べちゃう。株が好きだから。ほうれん草どうですか？美味しいです。バッチリ味が決まってる感じで。これで200円とかそんな話ですからね。ちょっとでもこれだから小腹空いた時とかでも来れるというか、お昼とか特にサクッと来てなんか何品か野菜頼んでさ、パスタ食べて、しかも早いじゃん。すごいねこれは。3品ぐらい頼んでも1000円台とかですからね。そうだよね。これは嬉しいですね。まずそもそもファミレス的なものってフランスなくないですか？なくはないんだけど、なんかヒポポタムスとかさ、あとファミレスじゃないけどなんかやっぱマクドが人気、マクドナルド。まあね、そうですね。まあでもなんかファーストフードになっちゃうよね、ファミレスというよりは。それかもうなんかブラッセリーみたいなああいう、そうですよね。ビストロジョージじゃないけど、ああいうスタイルが人気。いわゆるそのバーガー系いくつかあるじゃないですか。マックとか、あとクイックとか、バーガーキングか。バーガーキングあるんですか？バーガーキングも、まあ、ここ数年前に入ってきて。パリにいた時思ったんですけど、なんか治安悪くないですか？治安悪い。バーガーの治安悪い。若い人がめっちゃいて、むちゃくちゃゴミがそこら辺に捨ててあったりとかね、本当なんかマナーがないからさ。やっぱ日本のすごいところってファミレスとかも超綺麗みたいな。綺麗だし、サービスの人もさっきオーダー取って思ったけど、超丁寧じゃん。なんかしっかり教育されててさ。丁寧ですよね。やっぱそれがなんか日本クオリティだなって思う。だってフランスだったらもうオーダー間違ってるみたいなさ。そうオーダー間違ってるのは俺のせいじゃないみたいな。そう違う頼んでないよみたいに逆に言われるから、みんながみんなそうではもちろんないけど、まあでもその比率圧倒的に多いっすよね。多い。それに当たるのが多いから。食べましょう。ありがとうございます。ドリアと聞くとやっぱ日本っていうイメージ。日本でしか食べれないイメージ。でもなんか YouTube とかこれだけこう料理動画とかが上がるようになって初めてドリアっていうものが日本で生まれたっていうのがなんかもうある程度浸透してると思うんですよ。それまでは海外のものだっていう。そうだね。僕も最初はそうだと思ってた。ミートソースがミラノ風なんじゃない？トマトが入ってる。ミラノ風ってフランス語で何ですか？ミラネーゼ。でもドリアっていう単語がないからどっから来てるのか分かんないけど、なんて言うんだろうね。ドリアみたいな。ドリア。なんだろう。何それってなっちゃう。なんだろうドリアみたいな。ドドリアみたいな。ドドリアみたいな。ドラゴンボール。このミートソースというかボロネーゼの味もしますよね。お米が美味しい。なんかお米にもちゃんと香りがあって美味しい。美味しゅうございます。味のバランスいいんですよねこれ。ちょうどいい。重くない。ベシャメルソースとかドリアとかグラタンってやっぱり最後まで食べるのがね、重いけど。いやこの味のバランスやっぱすごい。ちゃんと考えられてるよね。ドリンクバーとかもあんまフランスには。ドリンクバーシステムフランスやったら大変なことになっちゃうんじゃない？超治安悪くなりそうですよね。もう相当人が来ると思う。飲み放題ってしちゃったら。アメリカとかやっぱフリードリンクみたいなこういうカップをもらったらもう自分でリフィールできるみたいなシステムもあるけどさ。
ちゃんとエスカルゴだ。ちゃんとブールドエスカルゴの香りする。うん。野菜の出が入ってるんですね。キャロットとオニオンかな。なんかね、入ってるよね。ブルノワーズみたいなのがね。ブルノワが入ってますよね。あんまり入れなくないですか？入れない。ね、シンプルにもうエスカルゴとブールドエスカルゴ。ブールドエスカルゴと、まあシャプリュールちょっとかけてぐらいのね。これはなんかやっぱイタリアナイズドされてるんですかね。なんだろうね、ちょっと手間がかかってるよね。なんか香味野菜のちゃんと甘みっていうのをエスカルゴと一緒に食べるみたいな。こういうなんかやっぱ工夫もあるのもこの感覚でやってるのはすごい面白いですよね。フランスでも高くないですか？エスカルゴ元が高いからどうしてもやっぱ値段高くなっちゃうけど、どうなんだろうね、こっちでどっから入れてんだろうね。サイゼリヤはなんかね、独自のあれがあるっぽいですね。独自のルートあるらしいですよ。エスカルゴルートがあるの。臭み消しの茹でとかちゃんと多分やってるんですかね、この処理は。ちゃんと丁寧に作られてる。強いて言うならハーブの香りがないなとは思うけど、もうちょっと欲しい。パセリの香りがもっとあってもいいなとは思うけど、ニンニクもちゃんと効いてるし、美味しいなって。なんかこれはバターの甘い香りがしっかりしてて、なんかちょっとやっぱ甘いのは野菜が入ってるからなのかね。だからちょっと甘めっすよね。甘めではある。いわゆるフランスのそのエスカルゴとはまたちょっと違うけど、でもこれはこれで結構いいクオリティだなって。いい、全然。だってこれがさ、何百円だっけ？なんか400円とかですよね。400円ですよこれ。パリで400円で食べれないもん。いや絶対無理でしょ。一皿10ユーロぐらいですよ。12とかするね多分。しますよね。なんか観光地とか行ったらね。人気商品をだってやっぱ高く設定するじゃん、フランスって。そう売れるから。みんな好きっすもんね。ペペロンチーノ食べます？ペペロンチーノ食べたいです。でもニンニクのいい香りすでに食べる前から超ニンニクの香りするねこれ。うまっ。美味しい。俺これ思い出の味なんです。高校の時にやっぱこの価格で食べれるから、めちゃくちゃ食べてたんですよこれは。300円しないんだよ。そう。消費税入れて300円。安い。やばいっすよね。ちゃんとペペロンチーノだね。美味しい。サイゼリヤ知らなかった。パリにできないかな。パリにできたら流行るんじゃないですか？流行ると思う。でも本当にパリで同じクオリティで同じ価格帯で出せたら絶対流行ると思う。ユーロ円の相関関係があるから多分ちょっとそこら辺の調整はあるのかもわかんないですけど。あると思うけど、例えばこれが3ユーロだったら、絶対行くじゃん。やばいことになりますよね。なんかパスタ、日本のパスタってめちゃくちゃ美味しいじゃん。クオリティ高いし。高いっすよね。そういうのないよねやっぱね。パリにいた時にブラッスリー入って店によってはパスタとかあるんで食べるんですけど、味しないんですよね。いや全部が全部じゃないんですよ。本当何も下調べなしで前情報なしで入ると当たり外れがでかいじゃないですか。でかい。パスタはまず美味しくないよねフランスは。本当にそうで、昔からなんかやっぱりフランス料理ってさ、やっぱちゃんと火を入れる料理じゃない。そういう食文化がやっぱりあって、パスタもやっぱりちゃんとしっかり茹でたものを食べるっていう習慣があるから、多分みんながそれになんていうの、子供の時から食べ慣れてるから、まあ言ったらイタリアって隣じゃん、国としてはさ。でも全くやっぱり違うんだねっていうのがすごい衝撃だった。僕も最初行った時に。日本ってすごいのが、吉野家とかすごいいっぱいあるじゃないですか。ワンコインレベルでなんかもうとりあえずちゃんと美味しいのが食べれるみたいな。それはやっぱすごいですよね。ジャパンクオリティは本当にそこがすごいなって思う。だから技術を惜しみなく安く提供しようっていうのは、理にかなってるし、すごい素晴らしいよねと思う。すごいっすよね。イカスミのパスタもよかったらありがとうございます。食べてください。イカスミ好きなんですか？いやそんなに。どういうこと？なんで頼んだの？いやなんか奥さんが好き。僕も好きだけどちょっとわかんない。ただイカスミパスタとボンゴレがあったらボンゴレを頼むみたいな。そうなんだ。ボンゴレあったけどさ頼めばいいし。ちょっとでもイカスミの頼んでみたかった。美味しそうだったね、見た感じ。うまそうっすよね。味付けはなんかちゃんといいね。決まってますよね。全部美味しいよね。この金額でこの味って商品としての価値めちゃくちゃ高いっすよ。高い。これはすげえわ。イカスミの臭みがあるわけじゃなくて、なんかやっぱちゃんとマスキングされたバランスのいいイカスミの味がして。おいしい。これでどういう仕入れ値なんですかね。まだ相当なスケールで仕入れしてとかじゃないとなんか
まあ不可能ではないと思うけど、かなりよく考え込まれたどれも商品なのかなとは思う。いやこれ海外持ってったらすごいんじゃないかって思うんですけどね。なんか来てほしいな。なんかやっぱ理由があるんでしょうね。まあ、フランスの面倒くさいところはやっぱり税金が高いとか、まあそういうビジネス的な部分でいうとってことなんですよね。外国企業が入ってくるとなんかやっぱりはい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 。結局そのシェアを取られるわけだから、フランス的には嫌がるっていうのもあるんですよね。でもほら一風堂とかいるじゃないですか。一風堂いる。ラーメン屋すごい流行ってる。フランスラーメン好きっすよね。ラーメン好き。でも最近なんかだからイタリアンも増えてるし、もともと浸透してません？フランスパリでとかでイタリアン。いやもともとなかったんだよイタリアン。そうなんだ。当時僕が来た時は本当にそれこそ数店舗しかなくって。なんかそれやっぱこうパリのプライドがあったんですかね。わかんないけどなぜかっていうのは最近はだからここまでの規模ではないけど、まあ、イタリアンちょっとフレンチャイズみたいな感じの、あるんですね。感じのとこが同じ系列の何店舗もあるみたいなところが増えてたりとか、まあ美味しいですもんね。てかめちゃくちゃ美味しいですよ。マルゲリータ。マルゲリータ、モッツァレラの量がすごい、ね、モッツァレラの量すごいですね。自分が学生だったら、もうこれとコーラでいいもん、お昼とか。なんかでもこういうとこはずっと空いてるわけでしょ。だから一日中休みなく、ずっとやってるずっとやってる。アイドルないっすよ。いろんななんか使いようがあるのがいいよね、なんかがっつり食べなくてもいいし、例えばなんか軽食で小腹空いた時にさっと寄ってさ、時間がない時にサクッと食べるとかでもできるっていうのが、そういうとこないじゃんやっぱフランスって。ないんですよ。味の担保がちゃんとされてるみたいな、絶対ないじゃないですか。ない。やっぱランチタイムディナータイムっていうのが完全に分かれてて、もしくはカフェ、だってカフェに行っちゃ悪いけどあんま味期待していかないじゃないですか。カフェにだってないもんこの種類のさフそうードっていうものがなくって、嬉しいよねこういうのあったらね、サクッといきたくなるような。ウフポシェとプティポワフォンセーズあ、食べます？トラディショナルな。トラディショナル。これに至ってはいくらだ？200円。マサさんと一緒に働いてた時に本日の前菜で似たようなことやってたけど何倍で出してたんですか？すいません、もう詐欺師と呼んでくれ。あれはだってあれは正当な、あれもあれで正当な価格なんです。プチポワの価格がそうなんだもん。そう、プティポワってそういうもんじゃないですか。だって一個一個さ、そう手で剥いてさやるわけじゃない。火入れてさ、ね、季節のもので高いじゃないですか。まあ一定の金額はやっぱかかっちゃうから、そんな思い入れ深いプティポワをちょっと食べた方が、いや僕が思うにフランスって食材を入れるときに全部なんていうの元のままなんだよね。手間がかかるの結局、剥かなきゃいけないしとか。うまっ。聞いてないね。働いてた時に食ったうまいよりうまいじゃない。どういうこと？本気でうまいじゃないかよ。美味しい。美味しいですね、ちゃんとチーズの味もするし、なんか全然味が抜けてる感じもしないし、グリーンピースの程よい青っぽさもあっていいっすよね。すごくない？だって何品？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。そんなに 1,2,3,4,5,6,7,8 っすよ。8か。いや9だよ。あ、違う、これ自分じゃん。鳥皿。鳥からここはプリンが食べたいです。おお。あ、でもティラミスも食べたいな。やっぱこれ何これ？ジェラートシナモンフォカッチャ。フォカッチオ。面白い。こういうのもあるんだ。でもなんかちょっとやっぱティラミス食べたい。やっぱ、イタリア系だからさ。そうですよね。ティラミスとじゃあプリンにします。プリンはただ僕が食べたいだけなんで。じゃあティラミスは僕食べます。はい。いろんな層がいるよね。なんか仕事合間の人だったりとか、ちょっと休憩の人だったりとか、学生さんとか若いともちろん多いけどさ、長年あるからさ、安心していけるっていうのと思い出もあるしっていうのはやっぱ強いよね。やっぱその両軸結構強いと思います。安心感。ほっとする場所っていうのはね、なかなかそれを気づくまでが大変だから、レストランって時間がかかることだから。この体制で何十年もやられてるっていうのはすごい努力だと思いますよ。やっぱり素晴らしいですよね。早い。注文してから3分ぐらいしか経ってなくないですか？誰がやってんの？もう超早いよね。超早いですよ。高速で動いてんじゃない？キッチン。高速で動いてるか、オーダーが入った瞬間にザワールドがワールドがかかるかもしれない。ジョジョいんだ。後ろにいるかもね。ディオいるかもしれない。ディオいるかもね。対決してるかもね、裏で。だから俺らは時が止まってるから気づいてないのか。認識してないんですよ。いただきます。
一皿のサイズ感もいいんですよね。なんか日本人にちょうどいいというか。うん、かわいい。あと飾りっ気ないのがいいかも。変にシンプルにイタリアにありそう、こういうプリン。ティラミスって結構クリームの部分が重いやつとかあるんですけどね、これちゃんと軽くて食べやすい。食べていい？どうぞ。うまいっす。ちゃんとコーヒーの味もちゃんとコーヒーの味するから、なんか甘さに負けてないというか、美味しい。サイズ感がいいね、ほんとね。サイズ感いいんですよね。ティラミス結構大きいとさ、大きいと食べきれないんですよね。なっちゃうから。もうちょっと食べたいけど、まあでももう十分料理も食べたしみたいな。すごいサイゼリヤ褒めるやん。料理っていうよりも商品としてやっぱこう価値がやっぱさっきも話したんですけど、値段とクオリティのバランスっていうのが上手に、すごい上手というかもう破格だから、破格というかもう、だからそこがすごいなって思う。それを再現できてるっていうのはすごい企業努力が後ろであるんだろうなっていうのは思うところだよね。だって俺これティラミスとか、まあさっきの料理もそうですけど、食べててここもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなってあんまないっすよ。それこそエスカルゴとかはすごい専門的に食べるから、まあ確かにハーブ感がよりあったらまあなおいいよねぐらいな感じなんですけど、まあでもこんだけの人に笑顔を与えてるっていうのはもう、まあもう正義ですよね。もう正義ですよ。すごいですよ。だって結局デザートも入れたら10皿頼みましたよ。むしろそんな食べなくてももちろん満足できるんですけど、全然満足できる。半分ぐらいでも全然大丈夫。半分で全然満足できるんですけど、堪能したって感じはしますね。お腹いっぱい食べたっていう感じ。それでお会計これですか？パリだったらサンドイッチしか食べれない、サンドイッチしか食べれない。今のユーロの換算で言うとラーメン一杯ともやしみたいな。もやし。いや本当リオンの続きでポール・ボキューズの時にどんないいとこ行けるんだろうと思ったら、ギャップすごい、いいギャップですよね。めちゃくちゃでも本当すごい良かったです。美味しかったし。いや良かったです。良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。日本のスタバと海外のスタバで俺が感じた大きな違いって、呼ぶために名前を聞いてくるじゃないですか。日本ないんですよ。あ、そうなの？ない。だから俺最初パリであんま言葉もまあ分かんなかった時になんか名前聞かれて、一瞬意味が分かんなかったですよ。ナンパされてんのかなみたいな。そう。やるやんみたいな。どんだけポジティブや。よくそれこそ作業しに行く時とかスタバに行くんだけどさ、マサっていうと毎回来るのがバンソンって来る。バンソン。マサって MASA マサって言ってもバンソンって来る。バンソンって言われる。何回か頼んでいくうちに毎回バンソンになるからバンソンです俺あれがありましたよ。かかしみたいに言われるんですよ。かかし、ナルトね。ナルト好きじゃないですか。それいいね。かかしみたいな、ナルトみたいな。それいいじゃん。なんか結構分かりやすい。